Though I don't want a lot for Christmas, there is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stocking there upon the fireplace. Santa Claus won't make me happy with the toy on Christmas Day. Good morning よ。はい。今日は前言ってた一番大事な撮影日。そうですね。意気込みといたしましては、ここに来るまで 1,2 週間小麦抜いてタンパク質中心の生活にして、夜はヘルシーなものしか食べないとか、はい、カフェラテとかも甘さなしにするとか、はい。ちょっとあれタピオカとかチーズケーキとかもさったんですけど、それは一回置いて、頑張ってきたので、昨日友達に一緒に飲みに行こうって誘われた時も断って、この日のために、それぐらい私本気でここまでやってきたので、絶対今日はかましたいと思います。お願いします。今日撮影の前にマッサージ行こうと思います。なんか小顔コルギみたいなさ、わかる？小顔コルギみたいなやってもらうから覚えてて、この顔がどれだけ小さくなるかやってみや。だってなんか施術のビフォーアフターみたいな、なんか別人ぐらい中顔面ギュイーなってたから楽しみですね。撮影が楽しみすぎる。楽しみじゃなさそうやろ。くっそ楽しみやで今。ぐらい。ねえんだよ、ほんとに。スカスカじゃねえかよ。久しぶりに生放送で踊りました。Alright。とりあえずマッサージ行って、コルギして、もう顔こんなにしてから撮影に向かいたいと思います。Wish me luck! Bye! Two 2,000 years later. Yo, 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 そんなことより、私、リコ平井、この度、ナイロンズネクスト2026ダンサー&コリオグラファー部門、受賞いたしました。Hoping your last secret spill out your mouth and inhale, exhale, breathing. With every breath I'm sinking in. No way to describe it, I'm a riot. I wake up and I'm somehow beside you. Instead of beside
beside you. This shouldn't surprise you. You don't even ナイロンジャパン読んだことある人。はい。私も中学生の時自分で買ってよく読んでたんですけど、まさか自分がナイロンさんの雑誌に載る日が来るとは、マジで誰も予想できなかったんですよね。今回私が賞を受賞させていただいたナイロンジャパンのナイロンズネクスト2026っていうのは、来年2026年に注目されそうな人、これからブレイクしそうな人をナイロンジャパンの編集部さんが次に来そうな存在として紹介してくださるページになります。私は今回ダンサー&コレオグラファー部門だったんですけど、その他にもモデルの方とかアーティストの方とか K-POP のアーティストの方とか、キャラクターの方とかクリエイターの方とか次世代アイコンになりそうな人を選出する企画になってます。ナイロンさんの雑誌のいいところって、なんかこう他の雑誌って割と万人受けするような綺麗系とかモデルファッションとかそっち系が多いと思うんですけど、ナイロンさんはその人のオリジナリティ、その人の個性とか、その人が突き進んでやってる方向を大切にするというか、その人の尖りを生かすっていう、そのままでいいんだよって言ってもらえてる気がするような、自分の好きなもの好きって言っていいねんでみたいな雰囲気が好きですね。今回ナイロンさんにこう選んでいただけたことは本当に光栄ですし、選んでいただいたからにはもう2026年私の年にするしかないと思っておりますので、これまで以上に尖ってリコ平井にしかできひんスタイルを世界に広めていきたいと思います。とはいえ2025年濃すぎて人生一濃厚な1年でした。というのも2025年は意外と自分で知らんかった自分の弱さを知れた1年で、自分が一番落ち込んだ部分も見れたし、逆にそっから這い上がる自分の負けず嫌いさも見れたし、で最終そこを乗り越えて今まで以上に強くなってる自分も見れたし、人生において一つ一つの試練ってほんま一個一個意味があるんやな、乗り越える意味とか乗り越える価値があるから自分の前に立ちはだかってくるんやなって経験を通して学びましたね。いやー、だって落ち込みすぎて悪霊払いに行ったりとかもしてたのに、気ぃついたらナイロンさんにナイロンズネクストとして選んでいただけてるんですもん。ほんま自分の人生おもろいなーってつくづく思いました、この1年。だから2026年も自分の直感とか自分のひらめきとか自分のセンスを信じて行きたいところに行ってやりたいことをやって喜怒哀楽の豊かな1年にしたいと思います。撮影終わりました。めっちゃ楽しかった。Toma, toma, toma, toma. Toma, toma. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. こんにちは、サッピョー。はい。なんと1月28日、ナイロンズネクスト2026の授賞式を終え、大阪に帰ってまいりました。ですね、授賞式ではですね、私以外の受賞者の皆様もいらっしゃって、私はオープニングアクトとしてショーケースをさせていただいたんですけれども、本当にありがとうございました。感謝してもしきれないんですけど、なぜかというと、日本ではダンサーという職業は、どっちかというと会社員とか公務員とかいう職業に比べたら、こう結構チルみたいな、ラフな仕事やと思われがちなんですけども、ナイロンさんはダンサーっていう職業を、まるで
アーティストの皆さんとかタレントの皆さんとかと同じ土俵に立たせてくれたし、それってすごいダンサーの私からするとめちゃくちゃ嬉しいことで、ダンスやってる人だけじゃなくって世間の方たちの目に触れるところでダンスするっていう機会がまず少ないので、なんかめちゃくちゃいい機会になりましたね。多分ダンサーさんは一人もいらっしゃらないところで踊らせてもらったんですけど、なんか新鮮でしたね。言いたいことが言葉にするの難しいんですけど、私の目指す日本のダンスシーンっていうのは、例えばアーティストさんの振り付けしたところでコレオグラファーはフォーカスされないことが多かったりとか、このダンサーっていうとやっぱり少しおちゃらけた職業に聞こえてしまうっていうのが私はあまり好きではなくて、ダンサーっていう職業はむちゃくちゃかっこいいし、0から1をクリエイトする人しかできひんと思うし、自分のクリエイティビティを信じて自分のやりたいこと、自分の行きたい道に突き進んでる人しかダンサーとしてやっていけないと思ってるので、私は自分がダンサーでいることにすごい誇りを持っていますし、他のダンサーさんの皆さんってすごい一人一人が個性を持ってるし、一人一人の考えることって誰とも被ってないし、成功の仕方も一通りじゃないし、その人それぞれがそれぞれのやり方でそれぞれの成功っていう形があると思うし、スポーツと一緒で自分の練習次第では上手くなれるし、やり方を変えてみたりとか、発信の方法を変えてみたりとか、ダンサーの人数だけ活躍の道の数があるっていうのが私はすごい素敵やなと思うので、今回雑誌の特集としてダンサー振付師部門でノミネートしていただいたことって、多分今の若いジェネレーションのダンサーのみんなにも少しでも夢や希望を与えれたかなと思ったので、やはり何度考えても光栄な賞をいただけたなと感じております。どの職業もそれぞれのスペシャリティがあると思うし、音楽に合わせて振り付けを作るとか、自分の感じた頭の中の妄想を一つのビデオに収めるとか、当たり前のようで当たり前じゃないし、これってすごいスキルいると思うし、これまでのやってきたことがないと絶対できひんことやと思うし、なんかそれをできてることもこれまで自分がやってきた成果なんやろなって思うと、ダンサーっていう職業ってすごい素敵だと思いませんか？私は思います。雑誌とかに取り上げていただけるっていうのはほんまにありがたいなと思ってて、私いろいろ目標はあるんですけれども、その中の一つにダンサーの価値を上げていきたいっていうのがあって、もっとフォーカスされていいと思うんですよね。素晴らしい職業ですもん。だからこそ私もそうやってただ体動かしてチャランポランなだけじゃないですよっていうのをやっぱ背中で語っていかないと、そういうのは世間の皆さんにも伝わっていかないと思うので、ダンサーに限らずどんな人に見ていただいてもダンスってかっこいいなって思ってもらえたりとか、ダンスやりたいなって思ってくれたりとか、私で言うと私は性別女性なんですけど、女性やからって女性らしい踊りだけしないといけないってこともないと思うし、私はダンスってほんまに曲によって踊りによって何にでもなりきれる秘密兵器やと思うんですよ、ダンスって。今ダンスやってる子たちもよかったらこうやってタレントの皆さんとかアーティストの皆さんと同じステージで表彰していただける機会がゼロではないということをみんな覚えててください。頑張り続けてたらいいことあります。私はみんなのために明るい未来を作っておきますので、皆様はそのまま自分のやりたいこと、自分のかっこいいと思うことを貫き通してコツコツ頑張っててください。私が頑張ります。任せてください。はい。ということで、実はご報告がありまして、じゃじゃーん。実はナイロンジャパン3月号、ナイロンジャパンさん3月号
特集していただきました。KO! なんと4ページにもわたる特集をしていただきました。はい。みんなにぜひ読んでほしいです。インタビュー記事こんなんです。はい。はっきりはお見せしませんが、皆さんよかったら書店で手に取ってみてください。ほんまに宝物ができました。はい、本当に嬉しいですね。なんかこうやって。ナイロンジャパンさん、私めっちゃ読んでましたからね。中学生とか。マジで好きで、この王道一択っていうよりも、尖ったスタイルを、これかっこいいねって言って、貫きまくるナイロンジャパンさんが私はめっちゃ好きなんですよね。その、私の好きな雑誌の雑誌に私が載っているという奇跡が今起こっております。1月28日からゲットできるので、よかったら皆さん読んでみてください。心を込めてインタビューに回答させていただきましたし、なんかこれからどうしていきたいかとか、これからどんなダンスシーンにしていきたいか、ちょっと規模でかいけどどんな世界にしていきたいかとか、結構もう心の内を語っておりますので、ぜひ店頭で読んでみてください。はい。なんか、ほんまやってきてよかった。5年前の自分考えられへん、これ。5年前の自分、雑誌載るとか思ってなかった。うん。クラスさせていただける機会があって、スタジオ満帆になるぐらい人が集まってくれて、こうやって YouTube できて、見てくれる人がいて、あかん、めっちゃ泣きそう。こんなん思ってなかった。5年前の自分は。だからみんなも、諦めないでください。ほんまに思い続けて、頑張り続けたら、叶いますので。5年前の自分、頑張れ、そのまま。いい道、選べてるよ、頑張れっていう感じですね。未来なんかわからんし、過去なんか変えられへんから、今を生きるしかないんですけど、自分のいろいろ選択肢がある中で、自分が決めた道を正解か不正解かなんてもうわかんないじゃないですか。自分が選んだ道を正解にしていくんです。根性論みたいになりましたけど、すごい感慨深いですね。みんな、時々つまずいたり不安になったら5年前の自分を思い出してみてください。絶対成長してるし、絶対環境変わってるでしょ。だから、昨日の自分と今日の自分とかな、そんなに変わってんねん、顔とかも。ダンスとかも。そんな一日で変わることなんかないねん。時間はかかるかもしれへんけど、人間はしっかり成長してるし、だらけずに、信念貫いて目標立ててやってれば、理想は現実にできるんですよ。ほんまこれを伝えたかったです、私は。選ばれました、イエーイじゃなくて、ここまで来るのに、1年とかじゃないから、ほんまにダンスやっててよかったっすね。いやー、よかった。神様に感謝ですね。ダンスを私に与えてくれてありがとうと思います。大げさやと思いますよね、多分。こいつ泣いてるわとか思うかもしれないんですけど、私的にはすごい素敵な日でした。もう、2026年始まってまだ28日ですけど、ちょっとこの1年で結構、トップレベルにいい日だと思います、今日は。まあでもこうやってピックアップしていただいたからには、もう私の年にするしかないんで、はい、ごたごた言わずに、引き続き頑張ります。全員こう、張り倒す勢いで、ちょっとずつ盲信してまいりますので、これからも応援のほどよろしくお願いいたします。ここまでご視聴してくださった皆様ありがとうございます。この動画はクリスマスに撮影したものなので、なんかわけのわからないクリスマスの曲から始まったと思いますが、楽しんでいただけてたら嬉しいです。すいません。マジで、時間あったらこう見てみてください。宝物できました。ありがとうございました。今日も Thank you for watching. Have a sweet dream. 明日も素敵な一日になりますように。